はい、皆さんこんにちは、あずです。旅とランニングを楽しみながらフルマラソンサブ 3.5 に挑戦しています。埼玉での半年間での暮らしを終えまして、今ここはですね、鎌倉の方に移動してきました。埼玉のね、越谷っていうところにいたんですけれど、周りにね走りやすいコースもたくさんあって、すごくね住みやすくて気に入っていたんですが、今ここはですね北鎌倉のエリアになるんですけれど、ご覧の通り後ろはですねもう緑に囲まれておりまして、ここも結構トレランのコースがいくつかあるようなので、新しいルートも開拓しながら、この新しい土地をね1ヶ月ほど、楽しんで暮らしていこうかなと思っています。ちなみにね、外観はこんな感じになっています。今日はね、ここから江ノ島までちょっとゆっくりねジョグをしていこうかなと思います。はい、ということで、せっかくなので北鎌倉から江ノ島までの、様子をですね皆様にお届けしていこうかなと思います。はい、それではスタート。うなぎのいい匂いがするね。ここは朝からやっているカフェ。今日はね、あんまりペースは気にしないでゆっくりジョグで行きます。この銭洗弁天に行く途中のね、坂を越えていきます。富士登山競争を思い出す傾斜があります。この辺結構なんか傾斜が結構あってね、なんか上りよりこっちの下りの方がきついね、斜度が。帰りのがきついな。すごいこう切り立ったなんか岩っていうのかな、これすごいね、これね。ここが市役所前ですね。もうね、あっちは鎌倉の駅なんで、あっという間ですね。ちょっとね道が狭いのと踏切とか信号にはまりやすいですけど、でももうちょっとね先行くともう海岸沿いなんで走りやすくなると思います。これ小学校なんだ。ここは六地蔵のとこですね。ここは和田塚の駅ですね。鎌倉から藤沢までを結んでいます。海沿いに出てきましたね。湿気を含んだ海の風を感じています。海浜公園前まで出てきました。ここまで3キロちょっと。こんなにすぐ海に出てこれるとやっぱり気持ちいいですね。
江ノ島が見えます。ここはなかなかいい坂だ。5キロしかね走ってないんだけど、首都補給です。湘南オールドエナジー。美味しい。なんとなくベトナムのブンタウを思い出しますね。ずっとこうオーシャンリゾートが続いてるんですけど、なんか似てるな。もう目の前にね富士山がうっすらと見えてます。動画だとちょっと見えないかな。江ノ電と一緒に走ってるさあどっちが速いか。赤信号で止まってしまいました。さあ先に行かせていただきます。そうかそうか、そうだよね、ここ単線になるんだもんね。いやーなんかトトロだね。トトロじゃないや、間違えた。あれだよあれ顔なしが乗っかってたやつ親子で走ってるよ、いいね。こちらが話題のスポットですね。せっかくだから収めていきますか。もう一発行くか。はい。夜もなかなかいいですね。鎌倉高校前通過です。お、だいぶ近づいてきた。今9キロですね。ここは湘南国際マラソンの折り返し地点でもありますね。あ、こんなゲートができてるんだ。だいぶ遅くなっちゃったんで富士山隠れちゃいました。すいません。せっかくだからもうちょっと奥の方行ってみようかな。ここはハーバーですね。はい、ちょうど
10キロです。北鎌から江ノ島まで港のねマリーナの方ちょっと奥まで来てちょうど10キロでした。この辺だったらねランニングの格好をしてても入りやすいですね。ここでねお風呂入ってもいいですね。千と千尋の神隠し的な感じ。もうお店は閉まってるけど空いてるねこの時間は。おー見えてきました。すごいね。おーこんなにカラフルだったんですね。夜は初めて来ました。おーなかなか迫力あるね。ここからね乗り物で上がることもできます。こちらが随神門、竜宮城を模した、門だそうです。いやーほんとこの時間に来るのもなかなかいいな。はい上がってきました。涼しげですね。美しい。ここはなんとなく台湾の9分を思い出しますね。本当はねもっと奥まで行けるんですけれど今日はもう遅くなったのでここで終わります。今回は北鎌倉から江ノ島までの遊覧の様子をお届けしました。いかがだったでしょうか。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またね。